田原は刑事だ。もう40歳を超えているが、独身で家族はいない。田原のマンションの居間。客が一人来ていた。お前も懲りないやつだな。と田原が言った。何がだと客が言う。俺のような暗い人間と酒なんか飲んでも面白くなかろう。でもお前は友達だ。ありがたいことを言ってくれる。と田原が言う。田原の友人が水割りに口をつけ、ポテトチップをつまむ。最近はどうだ？何かいいことでもあったか？と田原が言う。相変わらずさ。と田原の友人が言う。そうか、相変わらずか。結局はそれが何よりだな。田原の友人が言う。俺はキリスト教の牧師だ。だから人々に神様の存在を伝える。そして人々に神様の助けを求めることを勧める。神様の助けを求めるには、神様を信じればいい。俺は一人でも多くの人にそれを伝えたい。と牧師が言う。お前の方はどうだ？と牧師が言う。田原が言う。また、暗い話をしてもいいか？ああ、いいよ、聞いてやる。世の中には嘘が多い。世の中に嘘が多ければ、真実は隠されてしまう。嘘はそうやって世の中を壊す。世の中が壊れれば、大勢の人間が泣きを見なければならなくなる。俺は泣きを見ている連中をできれば助けたい。お前は神様を信じない。そうだ、俺は何も信じない。すべてを疑うのが俺の仕事だ。だが、それではお前の心は救われない。確かに、そうだ。俺の心はいつも傷だらけだ。多分、血も滲んでる。でも俺の心が血を流せば、それで救われる人たちがいるんだ。俺は何も信じない。疑わなければ。真実を求めることはできない。それも一理ある。疑わなければ。真実を求めることはできない。お前に何度かそう言われた。そうだったか。神を信じることを勧める身としては、
お前の言い分は受け入れがたい。だが、お前の言い分には一理ある。かつて、ユダヤの地に、イエス、キリストが現れた。彼こそが神の子。約束された本物の神だった。だが、多くのユダヤ人は、彼が本物だとは気がつかなかった。当時のユダヤ教は、キリストを否定してしまったからな。信じた者たちは気づけなかった。だが、信じるのではなく、求めた者たちがいた。神の救いを必要とした者たちだ。そして、求めた者たちは気がついた。キリストこそ本物の主なのだと。その付近の異臭について、近所の住人から市役所に連絡があった。近所の住人はこう言った。そのあたりはたまに通るだけだが、通りかかるたびに異臭がひどくなる。気味が悪いので。一応、連絡したとのことだった。区役所の職員が連絡のあった付近に、確認のために出向くと、確かに異臭がする。そこは坂道や階段の多い地区で、年寄りには住みにくい。そして、この辺りの土地は、あまり買い手のいない。古い空き家の多い地区だった。匂いが出ていたのは、その地区の空き家の一つだ。区役所の職員は、その空き家の所有者に連絡した。数日後、空き家の所有者が、匂いの確認のためにやってきた。その異臭は、空き家の所有者が、これまで嗅いだことがない。強烈で異様な匂いだった。そして、匂いの原因を発見した。空き家の所有者は、慌てて110番に連絡した。そして数十分後、その近辺に警察の物々しい厳戒態勢が敷かれた。その異臭のもとは、椅子に縛り付けられた人間の死体だ。腐乱している。衣服はすべて剥ぎ取られている。異様なのは、体中のあちこちの皮膚の上から、脂肪や筋肉がえぐり取られていることだった。死体の前には、折りたたみ式のテーブルと椅子。その上に、フライパンを乗せた携帯用ガスコンロ。そばに油と調味料。
そして、まな板の上に腐った肉片。壁に大きく、こんな字が書いてある。こいつを、食ってやったぜ。被害者の血で書いたようだ。一度、被害者の血に染まって、その水分が、乾いてしまったらしいタオルが、その字の下に落ちていた。若い刑事が検視官に尋ねる。あの壁を見ましたか？ああ、見た。本当に、食べたんじゃないでしょうね。それは、わからない。もしあれが本当なら、人間が、人間の肉を、食べたということですよ。でも、本当の可能性がある。死体の患部を見てみろ。止血がしてある。あちこちに止血がしてある。どういうことだと思う？若い刑事は答えない。動物の肉は腐る。腐れば肉は食えなくなる。腐るのを防ぐためにはどうする？冷蔵庫や冷凍庫に入れておく。でもこの空き家には冷蔵庫も冷凍庫もない。電気も止めてある。だからそれはできない。だが、腐るのを防ぐ方法が他にある。それは、その動物を生かしておくことだ。止血をして出血多量を防げば、被害者の体のあちこちをえぐり取っても、しばらく生かしておくことができるのかも。若い刑事は何も言わない。そうじゃないことを願うがね。お前のために。犯人を現場で追い詰めるのは、検視官ではなく刑事の仕事だ。刑事が犯人を捕まえて、手錠をかけなければならない。そして今回の相手は、生きた人間の皮膚や肉や脂肪をえぐり取って、それを食べる人間かもしれない。ということだ。若い刑事が先輩の刑事に聞く。田原さん、どう思います？全く、世の中ってのは、気のめいることばかりだ。と、田原は言った。田原は、死体の正面に移動し、その死体を直視した。こいつはちょっと、ひどすぎる。と、田原は言った。再生リスト8に続きます。